こんにちは、オズ D です。今回は完全放置で作物を入手できる全自動収穫畑の作り方のご紹介です。必要な材料はこちらになります。ブロックやガラスなどは燃えるものも使用しないので、お好みの素材をご使用いただいても大丈夫です。作物は小麦、じゃがいも、人参、ビートルートの4種類であれば何でも大丈夫ですのでお好みで。アイテム数は数え間違いもございますので、あくまでも目安として参考にしてください。では作り方の方へ移りたいと思います。今回は縦12マス×横11マスの範囲で作成します。まずは横方向に9マスの溝を掘っていきましょう。次は縦方向も9マスの溝になるように、追加で8マス掘っていきます。先ほど掘った溝とつなげて 9×9 になるように、追加で溝を掘っていきましょう。今掘った溝部分の真ん中部分も全部掘りましょう。さらに 9×9 の穴を追加でもう一段掘り下げていきます。穴の中に入って正面側左のこの部分を、深さ3マスで2マス掘っていきます。穴の手前部分も1マス掘っておきましょう。今掘った穴部分の正面側にラージチェストを設置。チェストに接続するようにして、しゃがみながらホッパーを設置します。ホッパーの横部分から 2×2 の範囲で、深さ3段で掘っていきましょう。ホッパーの横にこの向きでコンパレーターを1つ設置。コンパレーターの後ろ側にブロックを1つ設置。ブロックの側面部分にトーチを1つ設置します。トーチ横のこの部分にブロックを設置します。トーチの上にブロックを設置して、コンパレーターの上にもしゃがみながら設置します。チェスト横のこの部分にレッドストーンダストを設置します。設置できたら上部分は元に戻しておきましょう。正面側を向いて右から3マス目を、深さ2段で1列掘っていきましょう。掘った穴の下部分すべてに、それぞれトーチを設置していきます。トーチを設置したら上は元に戻しておきます。ホッパーの上にしゃがみながら、パワードレールを設置します。パワードレールの横からトーチを設置した、箇所の手前部分までレールを設置。トーチの上とその前後には、パワードレールを設置しておきます。端部分にはレールでカーブを作りましょう。あとは今と同じようにして反対側まで設置します。この部分が最初のパワードレールに曲がる場合は、一度パワードレールを壊してレールを曲げます。レールが曲がったら再びパワードレールを設置します。あとは2列目と同じようにしてパワードレールと、レールをそれぞれ設置していきましょう。最後の部分だけはトーチの上から、角部分までをパワードレールにしましょう。ホッパー付きトロッコを走らせて、止まることがないかをチェックしておきます。もしトロッコが止まってしまうようであれば、パワードレールを増設してあげてください。トロッコも停止せずに問題がなければ、レールの上部分を土ブロックで元に戻します。9×9 の中心部分に1マス穴を掘って、そこに階段を設置して水を流しておきます。水を設置できたら 9×9 の範囲を、クワでコーチにしていきましょう。階段の上部分にブロックを2段設置します。今設置したブロックの上段部分の4面すべてにそれぞれ松明を設置します。チェストの穴の左を1マス開けた状態で、9×9 の周りをブロックで囲っていきます。今設置したブロックの上部分に、ガラスを設置していきましょう。村人に収穫させたい作物を、高地部分すべてに植えていきましょう。村人を農民にするためのベッドと、コンポスターを設置しておきます。村人がいる箇所から村人を連れてくるために、レールを設置してつなげておきましょう。トロッコを使って村人を1人乗せて、ここまで運んできましょう。この時連れてくる村人のインベントリが、空でないといけないので、おすすめとしては子供から成長させた状態の、
村人を連れてくるようにしてください。畑を作成する前に子供を産ませておいて、その子供を隔離しておくと良いです。農民に就職したら取引内容を確認して、植えた作物と同じになるようにしておきましょう。同じ作物なら一度村人と取引をしておきます。そうすることで村人の職業が固定されて、コンポスターがなくても転職しません。職業を固定できたらベッドとコンポスターは壊します。あとは村人のインベントリを、植えた作物でいっぱいにする必要があります。今回は人参なので村人に人参を、最低8スタック以上渡しておきましょう。8スタック渡した後に人参をあげてみて、村人が拾わなかったら手持ちがいっぱいになっています。こんな感じで拾わなければ OK です。もし小麦やビートルートで作成したい場合は、作物ではなくて種を8スタック以上渡しましょう。小麦やビートルートを渡してしまうと、種を拾わずに種ばかりが回収されます。ですので小麦とビートルートを植える場合は、必ず種を8スタック以上渡すようにしてください。手持ちをいっぱいにすることができたら、トロッコを押して村人を中に入れていきます。上のガラス部分を先に設置しておきます。下の隙間からトロッコを壊しておきましょう。レールも不要なので回収しておきます。あとは下のブロックを設置しておきましょう。チェストの穴に落ちないようにトラップドアを設置。畑に雷が落ちて村人がウィッチにならないよう、畑から少し離した場所に避雷針を設置します。あとは作物の成長を待って、成長したら村人が農作業を開始します。夜などは村人も作業しなくなりますので、ベッドで寝てあげて朝にすると良いです。村人の手持ちがいっぱいなので、回収できない人参が畑の上に残ります。その残った人参を下のトロッコで回収し、チェストに次々と溜まっていくという仕組みです。回収された作物はチェストに溜まるので、こちらから回収していきましょう。また植える作物を変更する場合には、村人を入れ替えてあげる必要があります。インベントリガからの村人を再度連れてきて、同じ手順で植える作物を与えておきましょう。また作業をしていた村人が急に、作業をせずに止まる場合があります。そういった場合の応急処置の方法を、簡単にご紹介させていただきます。村人が作業もせずに隅の方で、こんな感じで停止している場合は、一度インベントリの中に隙間を与える必要があり、そうなった場合は手動で畑の作物を刈り取ります。植える場所を空けてあげてしばらくすると、こんな感じで再び作業を開始してくれます。もし村人が停止して作業をしない場合は、この方法でしばらく様子を見てあげてください。大抵の停止の原因はこれなので、治って動き出してくれると思います。いかがでしたでしょうか？今回は完全放置で好きな作物が入手できる、全自動作物収穫畑の作り方のご紹介でした。サバイバル序盤にも作ろうと思えば作れて、食料が無限に入手できて便利なので、よかったら参考にして作ってみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひともチャンネル登録と高評価もお願いします。また他にも色々な装置やトラップの動画もあるので、よかったら概要欄などからご覧になってくださいね。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。